大鹿智樹、早稲田大学商学学術院教授。会計学の一分野である企業価値評価論を専門とする。大鹿の講義スタイルは歩き回ること。学生と積極的にコミュニケーションを取ることを信条としている。まずはライブ感を大事にしたいということです。やはりビジネスの科目ですので、その日に起きたことということから、その日に学ぶことへ話をつなげたいということが一つ目です。もう一つは、学生の反応を見ながら授業をしたいという意味でのライブ感です。同じ単元を教えていても、学生がつまずくところというのは毎回変わってきますので、学生の反応を見ながらその都度授業を組み立てていける、ライブ授業ということにこだわりを持っています。対面授業への強いこだわりを持つ大鹿だが、2013年秋より授業の10分間だけをオンデマンド化する反転授業を導入した。その結果、教室でスライドを準備する作業や、それを学生が書き取っている時間などが節約でき、演習問題の時間を十分に確保できることになった。オンデマンド化には懐疑的な考えを持っていた大鹿だが、技術の進歩をうまく活用し、教育効果の向上につながる試みをさらに発展させようとしている。反転授業とは、従来の教室での講義と宿題で演習という関係を反転させ、オンデマンド講義で予習をし、教室では演習を行うという授業形態である。大鹿はあえて講義すべてではなく、毎回10分だけを反転させる試みを行った。準備をする側にとってもそうですし、学生の側にとってもやはり10分という時間が一つ鍵になると思います。30回の授業を取ったとしても 1,2 週間で準備は終わりますし、学生も10分であれば、例えば通学の途中ですとか昼食の時間、休み時間などで見ることができる長さだろうと思っています。私の授業の場合ですと10分予習用のビデオを作っておくことで、だいたい授業中の20分分ぐらいに相当しています。これは例えば私が黒板、ホワイトボードを書く時間、学生がそれをノートに移す時間などというものが、ビデオでは節約できるためだと思っています。一回自分で頭の中で整理した状態で授業に臨めるので分かりやすいです。分からなかったところっていうのを確認しておいて授業に臨んで集中してそこを聞こうとか、授業終わった後に予習ビデオを復習としても使えたりとかして、例えば授業中に行っている小テストですとか中間試験、期末試験の点数を見ている限り、できる学生はよりできるようになっていると感じています。これはもちろん10分分予習の時間が増えたと、その分授業の時間をさらに密度濃く使えることになったということが影響していると思います。そしてさらに授業の質を高めるため、大鹿が取り入れたもう一つの手法が e クリッカーだ。学生所有のスマートフォンを回答用の端末として利用し、指定の URL へアクセス、回答を送信すると、教員は PC からリアルタイムに集計結果を確認できる画期的なシステムだ。大教室で授業をやる場合に学生の理解度をうまく把握するということには非常に困難さが伴っています。手を挙げさせると言っても限界がありますし、もちろん一人一人に発言させるというのは難しい、時間的に困難であります。そういうところで e クリッカーを利用することで学生の反応を即座にかつ正確に把握できるということは、その後授業をすぐ修正するということも可能になります。授業に参加してるっていう、大人数の講義だとやっぱりなんか先生が一方的に喋って僕たち聞いてるだけみたいな感じになっちゃうんですけど、大人数の授業でも授業に参加してるんだなっていう感じがあって、名前も出ないし誰が答えてるかもわからない状況なので、自分が思った答えをそのまま答えることができるし、例えば自分が間違えた時に結構みんな分かっているからもっと勉強しなきゃダメだとか、会ってた時によかったとか頑張んなきゃなとか、これから先のやる気とかにはつながったのかなと思います。その他、ウェブを使った小テスト機能を利用し膨大な手間を軽減させるなど、
ICT を効果的に利用した取り組みをスタートさせている。今回、この ICT ツールを使った事業を展開しようと思ったきっかけは、職員の方々が、新しいツールを紹介をしてくれたということにあります。その中で一緒にいい事業を作るために、教員、実際に学生と接する教員だけではなく、それをサポートしてくださる職員の方々と一緒に考えられたということは、教員と職員が一緒に働く教職共同という考え方からもいい取り組みだったというふうに自負しています。このように大鹿は教室授業をオンデマンド化することには懐疑的な立場であったにもかかわらず、現在では反転授業、e クリッカー、ウェブを使った小テストという複数の ICT ツールを活用し、効率化、効果を高めている。その結果、大鹿の取り組みは第2回早稲田 e ティーチングアワード大賞を受賞。今後の活動にも注目が集まっている。これまでの FD の考え方は、教員が頑張ればいい授業ができるというものでした。しかしそれは時間的余裕がない、そしてインセンティブもない教員にとってはなかなか取り組もうというのが難しいところであります。しかし今回の私の取り組みのように新しいツールを使って教員自身の手間も軽減しつつ学生にも有効な教育ができるという仕組みが作られることはお互いにとってウィンウィンの関係が築けると思っています。